さんこんにちは、みやまです。今日はですね、この後ちょっと午後外出しなきゃいけないんですけど、その前にですね、実はこっそり散財してたんですけど、ちょっとそれをですね、ざっと開封していこうかなと思うんですが、どんなガジェットかと言いますと、こちらです。じゃじゃーん、ライツフォン by シャオミ。ライカとシャオミがコラボレーションして作ったもうカメラがゴリゴリに高性能だよっていうスマートフォンなんですけど、このですね、ライツフォンパワードバイシャオミブラックを実は私、これ数量限定だったんですけど、無事にですね、購入することができておりましたので、ちょっと開封します。もうこれ買ってから実は結構経ってて、ちょっと今日これ開けます。ということで、ライツフォンパワードバイシャオミ、早速ですね、開けていこうかなと思います。いや、このライカロゴがめちゃくちゃテンション上がりますね。よし、では行きますよ。いざオープン。じゃじゃーん。おー、まずはあれですね、ちょっと紙物系な感じですね。てかやっぱ凝ってる。ライカとのコラボだからか、なんかいろいろ細かい工夫がされてるな感がありますね。こちらの板を外すと、きたー。あれちょっと待って、結構大きいかも。やっぱ最近のスマホは大きいですね。ちょっとスマホ本体を開ける前にですね、同梱物の方からチェックしていこうかなと思います。でまずこの手前がチャージャーって書いてありますね。充電器ですかね。100W 出力のもので、なんと意外や意外、ポートがここ USB-A になってました。USB-A なのに 100W 出力いけるんだ。なるほど。ケーブルに関しては USB-A to C のものが入ってますね。ここの素材はファブリック系のアップルとかでもよく使われてるタイプの高級感があって頑丈なケーブルですね。こちらが同梱されてました。で続いてこちらアクセサリーズって書いてありますね。重さは結構軽めです。なんだろう中身。レンズクリーニングクロス。今回買ったやつがほとんどカメラみたいなスマートフォンなので、カメラ部分に使えるクリーニングクロスですね。めっちゃ高級感ある。ちょっと待って、ここにもライカロゴがございます。いいですね。もうライカロゴを惜しげもなくあらゆるところにスタンプしてある感じが非常に嬉しいですね。でこちらがリストストラップですね。すごい。めちゃくちゃちゃんとしてる、かなり太めのパラコードっぽい素材感のリストストラップがついてました。でちょっとライカっぽいカラーの赤になってますね。でこちらがレンズキャップですね。結構大きいカメラがついているので、そのカメラを保護するためのレンズキャップがこちらです。やばい、かっこいい。このレンズキャップに関してももちろん真ん中にライカのロゴがババーンと入ってるような感じですね。でこのちょっと大きめのはフォンケースって書いてありますね。なるほど、フォンケースついてくるんだ、デフォルトで。それはありがたい。でフォンケースがこんな感じですね。ここにライカロゴが入っていて、でここの下のところにですね、ちょっと分かりにくいと思うんですが、刻印でシャオミのロゴも入ってます。このライカのロゴをですね、ババーンと結構目立たせてくれてるような感じもいいですね。かっこよさがあっていいかなと思います。でこのケースの音量ボタンとかを押すボタンの部分も結構クオリティが高い感じですね。高級感がある見た目になってます。でケースの右下側面にはストラップが付けられるストラップホールがちゃんとついてますね。じゃじゃーん。でこちらがですね、ライツフォンパワードバイシャオミ本体になります。待って、やばい、めちゃくちゃかっこいいんですけど、やばい。ブラックとシルバーの組み合わせが好きだったので、次シャオミのこのライカとのコラボレーションされたスマホ買うんだったら絶対このライツフォンがいいなと思って頑張って予約したんですけど、やばい、めちゃくちゃかっこいい。はい。でカメラ部分の大きさがすごいですね。これ3分の1超えてますね。でライカのロゴに関してはここにいますね。縦持ちした時に綺麗にライカって読めるような位置にここロゴがはめてありますと。でシャオミのロゴはブラック系のちょっと艶ありのロゴがここに刻印されているような感じになってますね。はい。で音量ボタンがある側面がこんな感じになってます。やっぱカメラとして使うことが多い機種っていうのもあるので、ここのですね側面の部分グリップ感がしっかり出るような感じにここが刻まれてるんですよ。とはいえですね、さすがにこの生身のまま持ち歩くのが
怖すぎるので、私はケースおよびフォトグラフィーキットをちゃんとつけて使おうかなっていうような感じなんですけど、一応そのまま使いたい派の方もいらっしゃると思うので、そういう方のために多分ここグリップ感がしっかり出るようにギザギザがこう刻まれてたりとかして、しっかり工夫されてる感じがいいですね。でカメラがある上側の側面は特に何もなくて、で下に関してはスピーカーと USB-C ポートと SIM スロットがあるっていうような感じになってます。じゃじゃーん、付属のケースを装着するとこんな感じですね。でケースをつけた状態でこのカメラ部分保護したい場合は、先ほどのですね付属のこのレンズキャップをパコッとはめてあげればいいっていうような感じですね。でレンズキャップに関しては一応落ちないですね。そこそこしっかり今振ってるんですけど落ちないです。ちゃんとしっかりここに留まってくれてる感じはありますね。で外そうと思ったら、軽い力でこうスッと外れるような感じにはなってます。ただちょっと外出先にこれそのまま持ってくのは、個人的には何かに引っ掛けてこうポロッと落とすとかは全然やりそうなので、基本は眺める用のレンズキャップかな、私にはって感じですね。じゃじゃーんと。で今回ですねこちらのフォトグラフィーキットもついてきたので、これもですね開封してちょっと早速つけてみようかなと思います。ではフォトグラフィーキットいざ開封。じゃじゃーん。おー、かっこよ。いやこっちもですねブラックとシルバーの組み合わせなんですよね。いい。ただこちらのですねフォトグラフィーキットに関してはXiaomi 17 Ultra とおそらく共通のものになるんじゃないかなと思うので、ライカのロゴとかは基本入ってないような感じになってるみたいですね。でまずケース部分がこんな感じのデザインとなっております。ここにボタンがあるんですけど、おそらくですねここのボタンを押すことで回せますね。ここを回して多分取り外して交換したりとかができるようになってるみたいです。いやなんかこういうギミック1個がカメラ感が出てめっちゃいい、めっちゃ上がる。でこちらがグリップ部分ですね。いやこれも結構かっこいい作りとなっております。Xiaomi ロゴ入ってるんですけど、ブラック地にブラックで入ってるのでほんとさりげない感じですんごいかっこいいですし、あとここのシャッターボタン周辺のディテールも結構しっかり作り込んであってかっこいいですね。でそこの部分には USB-C ポートがついているんですけど、ここのですね端子を経由してスマートフォンを充電したりとかができるようになってるみたいですね。でストラップホールもここについているので、グリップのところに、しっかりハンドストラップとかをつけて運用することができるようになってるって感じですね。いいですね、かっこいい。でこちらの箱にはユーザーマニュアルとストラップ、こっちのフォトグラフィーキットにもストラップついてますね。先ほどと同じカラーのストラップが入ってました。でここの底の部分にはこれですね、先ほどの多分ここの交換用のリングが1つ入ってますね。うわすごっ。ここがですねくるくる回転できるような機構のリングになってますね。で左側にはシャッターレリーズが入ってますね。ブラックとレッド、どっちも可愛いんですけどこれは迷う。レッドのシャッターレリーズつけるとこんな感じですね。これはこれで目立っていいかも。視覚的にこれがシャッターボタンだよっていうのがすぐ分かっていいですね。赤は赤でアクセントになって可愛いですね。ちょっとブラックもつけてみますか。ブラックのシャッターレリーズつけるとこんな感じですね。渋い。いやこれはこれでかっこいいかも。個人的にはちょっと僅差でブラックのレリースの方が好みかもしれないですね。このシルバーが映える、ここがブラックの方がさっきの赤も目立ってかっこよかったけど、ちょっと私はシャッターレリーズブラックでいこうかなと思います。じゃじゃーん。フォトグラフィーキットをですね装着するとこんな感じです。もうフォトグラフィーキットつけたらマジでカメラですねこれは。でここのですねグリップも、結構握りやすいんですけど、一番はこの親指を置くところですね。ここの部分が一気に安定感を
与えてくれる感じがありますね。すごい、ここがちょっとぴょこってあるだけでだいぶ安心感があるし、だいぶシャッター押しやすい感じがありますね。これ今よーく見てみたら、ここにフィルター径書いてあったんですけど、67mm だ。あれだ、私が普段この撮影で使ってるソニーと同じフィルター径ですね。ありがてえ。じゃじゃーん、電源を入れて初期設定をしてみました。マジでかっこいいです、これ。中身もこんなにかっこいいんだ。やばい。これはちょっとだいぶ所有欲を満たしてくれてますね。まずこの背景なんですけど、ライカっぽい赤にちょっと暗めのグラデーションが入った感じが落ち着いてて高級感もあってめちゃくちゃかっこいいですし、あとアイコンがモノクロになってるんですよね。モノトーンアイコンになってるので、このあたりとかもよりですね、このブラックシルバーのライツフォンの雰囲気と合ってていいなっていうような感じですね。で、あとこの上の部分に入ってるウィジェットなんですけど、多分このライツフォンとかで撮った写真なんですかね。これがデフォルトでここにカチッと入るようになっていて、あ、今私ライツフォン使ってるわ、みたいな気持ちがですね、ぐいぐい上がってくるような UI となっておりますね。いや、これはテンション上がる。メインは iPhone 16 Pro で、サブ機はこのライツフォンっていうような感じで、ちょっとしばらく運用してみようかなと思います。やばい、かっこいい。これはいい。私今 iPhone にはケスティファイのスターウォーズコラボのケースをつけてるんですけど、ちょっとこのライツフォンと合いますね。この赤のアクセントが結構いい感じに相性良くて、これは嬉しい。いやー、これちょっと運用するのすごい楽しみです。